皆さんこんにちは。ジャージャーニーの有川凛です。突然ですが、子育て経験から生まれた商品、ママシュッシュをご存知ですか？実はこの商品、ここだけの話、私が開発した商品です。そうなんですが、いくら子育て経験から生まれたと言っても、衝撃が走るくらい、わあ、これすごいと思わなければ、商品なんてゼロから作らないですよね。しかもその当時、私は普通に会社勤めをしているお母さんだったので、じゃあなぜそんな私が自分のオリジナルの商品を作っちゃったのか、今日はそんな裏話をしようかなと思います。ではまずは、そもそもママシュッシュって何？からお話をしたいと思います。ちょっと長くなりますが、気楽にお茶でも飲みながら聞いてもらえたら嬉しいです。さて、ママシュッシュという商品は、簡単に言うと、アルコールじゃなくて、水で除菌・消臭できちゃうスプレーです。じゃあ何でできているの？というと、成分は微酸性次亜塩素酸水なんですが、これがすごい代物なんです。ママシュッシュってなーに？皆さんおそらく聞き慣れませんよね。実はとっても身近なところにあって、それは白血球。白血球といえば私たちの体を守る役割をしているんですが、実はその白血球が細菌やウイルスをやっつけるときに出しているのが次亜塩素酸なんです。私たちの生活環境には菌やウイルスがうじゃうじゃいるわけですが、それなのにもかかわらず、なぜ菌やウイルスにやられ続けずに生息できるのか。それには理由があって、端的に言うと、私たちの体内でこの次亜塩素酸を生成していて、それがやっつけてくれているからなんです。そういう構造を人間が持っているからなんです。そして肝心の除菌効果なんですが、なんとアルコール以上、病原性大腸菌 O157、コロナ、さらにはインフルエンザやノロウイルスまでしっかりやっつけてくれる優れものなんです。ここで思いますよね。そんな優れもの、染みたりかぶれたりしないの？はい、大丈夫。微酸性だからです。弱酸性よりも中性に近く、私たちの肌と同じくらいの pH です。しかもですよ、細菌やウイルスを分解した後は水だけが残る。だからとっても安心なんです。そしてこの次亜塩素酸が主成分の水が私が開発したママシュッシュというわけです。あの当時ママシュッシュは世界で初めて個人向け、そしてママや子供向けに発売された次亜塩素酸水でした。ちなみにこれは日本の特許技術で生まれたものなんですよ。そんなわけで私はこれはすごすぎると飛びついて、先ほども触れましたが、あの当時は個人向けに全く売られていなかった次亜塩素酸水をママや子供向けに商品化したんですね。でもですよ、よく考えてみてください。いくらすごすぎると言ったって、そんな大変な商品化までは普通しないと思うんですが、どうでしょう。実はここからまだ誰にもお話ししていない商品開発に至るエピソードを暴露したいと思います。私の場合、産後の大変な時期に大切なパートナーである夫との間に離婚危機、つまりは産後クライシスがしっかりありました。夫本人が認めている事実なんですけれども、典型的なダメダメ夫でした。子育てなんて女がするもの。男子厨房に入るべからず。なぜ僕がミルクを作らないとダメなんだ。そのために起こすな。生まれた子供を見て、猿みたい。可愛くない。そんなことを平気で言う人だったわけです。皆さんの中には子育てだけでなく、パートナーシップにもお悩みの方ももしかしたら多いのではないでしょうか。話を戻します。私がママシュッシュを作るきっかけになったのは、長男が1歳の時、保育園に通い始めた頃のことでした。夫は当時、仕事で多忙を極めていて帰ってくるのは朝4時。もともとの彼の気質や考え方、それに加えて朝4時帰りですから、とてもじゃないですけれども、家事や育児を手伝ってほしいと言える状況ではありませんでした。しかも私は無賃金労働の育児休業中。だから私は生まれたばかりの次男を抱えて一人きりで家事と育児に奮闘していました。しかも私は長男の出産後に体調を崩していて、母も他界していましたから、手伝ってくれる人がいないワンオペ育児。まあ、とても孤独でしたね。非常に辛いものでした。だって近くに頼れる身内もおらず、
とにかく自分が頑張るしかありませんでしたから。数分でも体を休めたい。生まれたばかりの次男の世話だけをしたい。そういう思いで、後ろ髪を引かれながら長男の一時預かりをしてもらえる保育園を探し、預け始めたわけですが、預けたら預けたで、今度はノロウイルスやインフルエンザをはじめ、様々な菌やウイルスを身近に感じるようになっていくわけです。その当時、私が最も恐れていたのは、預けた長男がウイルスをもらって帰ってくること。もし感染したら家族全員が一気に共倒れになってしまうからです。それこそ夫にでも移したら大変。保育園に預けなくていい。そんなことを言われてもおかしくない状況です。ここは何が何でも菌やウイルスを阻止しなければと思うわけです。とはいうものの、息子たちはまだ手洗いやうがいができません。頼みの綱だったアルコール除菌も行きつけのお医者さんからは、アルコールでノロウイルスは除菌できないよと言われ、もし通っている保育園で流行ってしまったら一体どうしたらいいんだろうと戦々恐々の日々でした。そんな時偶然私が根幹治療をしに歯医者さんに行ったわけですけれども、その治療をしていただいている時にこの微酸性次亜塩素酸水というお水に出会ったんです。この変なお水はなんだ。好奇心だけはすこぶる旺盛な私ですから、先生に臆面もなく聞いたわけです。そしたら先生は心優しく、とても優しく教えてくれたんです。これは微酸性次亜塩素酸水という代物で、なんとこれがすごい。様々な菌やウイルスが除菌され、その後は水だけになってしまう。だから今子育て中であれば、赤ちゃんから安心して安全に除菌に使えるよ、と。そんな願ったり叶ったりの魔法の水があるの？嘘でしょ？すぐさまこれはいいと直感しました。だってこれならうがいができない長男や次男にも安心して安全に除菌ができる。そう確信してあの当時はブログでしたが、そこで紹介したところ瞬く間に全国のママに広がり、メーカーにママたちからの注文が殺到。そして全く知らなかった製造元から私のところに連絡が来まして、あれよあれよ、上代下代すら知らなかった私が初めて商品開発にチャレンジすることになったというわけです。そしてついにたくさんのママの声を集めて、ママが納得する安心安全高品質にこだわり尽くした愛情たっぷりの除菌水ママシュッシュが誕生していったわけです。専門家の方とつながり、深く知り始めていくと、どうやら次亜塩素酸水にもいろんな製法がある。そして私たちが追い求めているものにするためには、とにかく高純度である必要がありました。つまりは一番手のかかる作り方をしなければならない。それを間違えさえしなければ、商品の品質はもちろん、赤ちゃんにも安心安全な商品ができる。なのでそこにこだわりました。そして行き着くと、除菌が最終目的ではなく、臓器移植をする医療現場。つまりは生存率を上げるために一番防がなければならない現場で使用されるくらい、高機能で高品質な除菌水が作れる会社を探し当てるわけです。そして見つかりました。最終的な着地点は、除菌はもちろんのこと、再生医療の分野でも使われる高純度で高品質な除菌水にたどり着いたんです。その結果おかげで2年連続キッズデザイン賞をいただきました。受賞1年目は子どもたちを産み育てやすいデザイン部門。2年目はその部門だけではなく、子どもたちの安全安心に貢献するデザイン部門。名も知れない吹けば飛んでいくような会社が作った商品がすごいことにダブル受賞です。そしてこの商品はいつしか全国のママたちにも笑顔と安心を届ける存在になっていきました。これだけ聞くとただの美談ですよね。おそらくこれを聞いていらっしゃる皆さんは、なぜそこまでしてこの商品を作りたかったの？そこを知りたいんだと思います。はい、ズバリ言います。結局のところ、私は悔しかったんです。産後、私の魂は腐りかけていました。そんな自分自身がとても悔しかった。どういうことかというと、私は子供を出産するまでバリバリのキャリアウーマンをしていました。出産したのは37歳、38歳。おそらくは高齢出産の部類に入ると思いますが、バリバリ働くことしか知らない独身貴族が長かったわけです。はっきり言ってしまうと、
仕事での評価、それでしか自分の存在価値を体感できることを知らなかったんです。ですから子供を産み育てていくことの意味、そしてそのことが人生の深みを何十倍にも増やしてくれることになる。子育てがそんな大きな経験をさせてくれることを私は全く分かっていませんでした。今でこそ子育てはそれだけで十分な立派な仕事だと胸を張って言い切れます。ですがあの当時は全くでした。もしかするとこれを聞いてくださっている方の中にはご経験がある方もいらっしゃるかもしれません。そして中には今その真っ只中だという方もいらっしゃるかもしれません。自分だけが頑張っているような気持ちになったことありませんか？当時の私の場合ですが、はっきり言うと完全にベクトルが自分に向き切っていました。だから勝手に社会から閉ざされた気になり、そして自分だけがただ苦しい。目の前の可愛いはずの子供たちを心から可愛いとは全く思えませんでした。はっきり言ってダサかったなと思います。夫にも当たり散らしていました。鬼ババですよ。仕事に出かける夫に対しても、あなたは社会との接点を持って存在価値が発揮できていいわね、くらいに羨ましく思っていました。それだけではありません。二人の赤子を抱え、自分のことはあっちのけ。お風呂にゆっくり入ることすらできず、くたくたになっている。とにかくゆっくり寝たいのに、安心してできる隙間がない。そしてそんなことを夫に言おうものなら、だったらゆっくりお風呂に入れば、ゆっくり寝れば、なんて、どのお口がそれを言うのかしらと言わんばかりに、火に油を注ぐ天才の夫です。たまりかねてしまい結局夫に子供を預けましたら、今度は子供を見ずほったらかしで他のことをしている。カチン！こんなこともありました。私が夜中に子供の授乳のためにゴソゴソしていましたら、寝てるんだから起こすな！こういう反応。ご経験おありの方ももしかしたらいらっしゃるのではないでしょうか。私の行き場のない憤りがムラムラしちゃうんですね。これ思い出して話していると不思議なことに臨場感が勝手に湧いてきますね。腹が立ちます。冗談ですけど。そんなこともあり、私は〇〇してくれないというくれない族の仲間入りをしっかりしてしまいました。いやー、これが辛いんです。族入りしてしまった自分が何とも情けなくて悔しかったんです。魂が腐りかけていることが何とも情けなくて悔しい。でもです。1ミリだけですが、私の中に腐ってたまるかという根性が残っていてくれた。今思うと、それが救いでした。苦しみ抜いて苦しみ抜いて、そして最終的に自分に問うことしか方法がなくなっちゃったんですね。私は一体今、何に苦しんでいるんだろうか。もし仮に何でもできるとしたら、何があったら私は救われるのか。そんな風に自分の中にある毒みたいなものをこれでもかと一つ一つ書いていったんです。そうすると出てくるドラえもんのポケットのように出てきました。もっと良いものが出てきてほしかったんですけどね。それはともかく、そんなことをしていると次第に私の魂は何をしたら喜ぶんだろう。そこに気づき始めていくんですね。そしてその時に出会ったのが先ほどの歯医者さんでの水だったわけです。これは言ってしまうと、苦しみ抜いたからこそ最後の最後に自分の奥底に1ミリだけでも腐ってたまるかという気持ちがあった。それに気づいて、それが自分を前に向かせてくれた。そして歯医者さんでの出会い、それを引き起こしてくれた。そういうことなんだと私は思っています。引き寄せって簡単に言いますが、強烈に磁力の強い引き寄せというのはそういうものなのかもしれません。そしてこのモードに入ってしまったら、もうあとは流れです。せっかく商品を作るなら、徹底的に研究し尽くして自分が必要と思う人に出会い続けてやろう。そしてこの世で最高と言われる安心安全、そして高品質な商品を作って、同じ苦しみを持つママたちが笑顔になることを作ってみせよう。私の思う流れというのは、どうせやるならここまでやりきってみせるという気概です。つまりは
へこたれない気の流れを作ることではないかと私は思っています。世間一般には目標とか目的などという言い方をなさる方も多いと思いますが、私にはやり抜く気概という言葉の方がしっくりきます。こんな風にして言ってしまえば、自分のアイテムとして七つ道具みたいなものが揃ったら、あとは勝手に不思議な力が働いて動いていくものみたいです。何から何まで初めてで、わからないことだらけでしたが、そんなものは一切関係なくなりました。何が言いたいかというと、こんな風に2人の子供たちが生まれてきてくれたおかげで、これまでに味わえなかった命の責任を伴う苦しみを経験する。そしてその器になかなか達せないことに自分が耐えきれなくなり人のせい。そこに矛先を向けてしまう自分がいて、自分に対する悔しさと情けなさが出てくる。だけれども、向き合い続けていると結局、何くそ、腐ってたまるか、という気持ちになって、それがバネになっていく。そのおかげで、ママたちの素晴らしいネットワークの力にも出会っていく。そして医療関係者、水の研究者を含め、様々な分野の専門家との出会いと協力があり、あれよあれよと最終的には、たくさんのママの声を集めて、ママたちの愛情を注ぎ尽くした除菌水、ママシュッシュが誕生していった、そういう話なんです。何度も言いますが、あの当時は世界で初めて個人向け、そしてママや子供向けに商品化された次亜塩素酸水でした。いろいろと言われましたね。100ml の携帯スプレーだけを商品化するなんてダメだ。ママや子供だけのラインナップ？あなたはバカですか？と。極めつけは除菌スプレーに美しい箱をつけてママにプレゼントするようにしたい。それを推し進めたら本当に気でも狂っていますかと言われました。でも本当にバカだと思います。私は心からそう思うんですよ。でもです。一つずつやってはこけ、やってはこけ。ただ気概だけは持って楽しんでやり続けていけば不思議とできるものなんです。成功確率 98.2% の秘密という動画でもお話しさせてもらっていますが、あれです。そしてこの気概というとんでもない強烈な熱量が、この人もしかしたら本当にやっちゃうのかもしれない。なんかすごいことをやってしまいそう。この人を放っておいたら大変だ。サポートしてあげないと。そんな風に思ってくださる方が一人また一人と現れていったんです。私は本当に支えてくださるメンバー、関係者にも恵まれました。だからこそできたんです。そして結果的に挑戦ができてよかったです。だから私の家族はそんな挑戦から生まれたママシュッシュのおかげでいつも元気に笑顔で暮らせています。そして驚かないでください。この商品を世に送り出したことで一番助けられたのは他でもない私自身なのではないかと思っています。だってママが元気で笑顔でいれば家族みんなが笑顔になりますから。こんな風にして私は初めての出産育児、そして夫との過激な産後クライシスをこんな風に乗り越えさせていただいて、今では夫は別人のようです。世間一般ではイクメンという俗入りです。そしてありがたいことに周りからは理想的なパートナーシップ夫婦とまで言っていただけています。今でもいろいろ日々事件は起こります。でも私は点で捉えません。起こる意味をどこに置くかで全ては決まると思っているからです。起きること全てに意味があると思いませんか？だからそれを糧にして私は面白がって乗り越えていくことを選んでいます。体力的には更年期ですから正直辛い時もあります。でも私は思うんです。私ってそういうなんていうのか、それぞれの人の中にある特性や良いところ、それがあるのに踏み切れないでいる人、そんな人の何クソに気づかせてあげる役割、人の背中を面白がって押してあげるためにこの世に生まれてきたんじゃないのかな。そんな風にして一人一人の人生にイノベーションを起こしていく仕掛け屋なんじゃないかというくらいに思っています。話がそれましたが、こんな風に子育て経験からあったらいいなの商品を世の中に誕生させました。そして我が子のように愛しました。だからこそ私の魂が喜び続けたんだと思います。だから私は今でもずっとワンオペ育児で奮闘しているママや
働きながら子育てを頑張っているママに元気と笑顔、そして勇気を届けたい、そういう気持ちが強いです。なのでママシュッシュはママと子供専用です。広告一つ打たず、一つ一つを丁寧に商品に真心を込め販売をし続けていると、不思議なことは起こり続けました。今度はユーザー様のありがたい口コミの力です。海を越えていったんです。いつしか海外に住むママたちのもとにも届くようになっていきました。そしてもう一つ、私は長男を津波が襲った東日本大震災の2週間前に出産しました。その経験から、いつの日かもし自然災害が起きたとき、そのことで社会的弱者になってしまう人たちにママシュッシュを役立てたいと思っていました。ですから、熊本で地震が起きたとき、大雨により川が氾濫して被害が起きたとき、コロナ禍でアルコールが足りなくなった保育園が多く発生したとき、迷うことなくママシュッシュを寄贈しました。素晴らしかったのが、寄贈するにあたり、ご縁がご縁を呼んで、全国のママたちが力を合わせてママシュッシュを送り届けてくださったことです。このようなご縁という人生のありがたい実りをいただけたのもママシュッシュのおかげです。話が長くなりすぎですね。ごめんなさい。でも私は話したいことがあるので気概を持って続けますね。あと数分お付き合いできる方はお付き合いください。開発した時に商品ラベルを通じてママたちに届けたいメッセージがありました。小さな文字で書いてあるんですが、私の大好きなキング牧師、マーティー・ルサー・キングさんばりの日本語英語でいきたいと思います。When you need someone, I promise I'll be there for you. かっこいいでしょ？孤独でしんどくて辛かったあの状況にあるママたちに届けたい私のラブレターです。日本語で書けとヤジが飛んできそうですが、そこは格好つけました。この気持ちが少しでも届いているととても嬉しいです。でも正直なところ気づいてもらえなくてもいいです。なぜかというと、幸せであってほしいと願う気持ちは商品を通じ届いていると私は信じているからです。今年ありがたくも発売からちょうど10周年を迎えました。同じ地球に生まれた世界中のママたち、そして子供たちに水で安全、除菌で安心、シュッシュで笑顔を作りましょうと私は心からそう思っています。大変長くなりましたね。はい。最後に恒例の幸せのコンパスの話で締めますね。今日あなたにプレゼントするコンパスは、もしあなたが困難に直面したら、今何に自分が苦しんでいるのか、何があったら救われるのか、そこに気づいてみることです。そして究極のエッセンスは自分に悔しさがあるかどうか、そこに気づいてみることです。そして悔しさは人に向けるのではなく、自分が腐ってたまるかという気概に1ミリでもいいから変えてみることです。そして最後にチアジャーニーの法則、自分をご機嫌さんにするワークです。自分と向き合うことは簡単ではありません。でも困難があるからこそ、あったらいいなが思い浮かぶんです。だったらあったらいいなを思いつくまま思い浮かべ書いてみてください。あなたがワクワクするまで、あなたの未来は少しずつ変わり始めます。どんなに小さなことでも自分ができることを見つけてそれを信じ抜きましょう。それがあなたが自分を勇気づけ、そしていつしか困難を乗り越える力になりますよ。今日もチアフルな一日を。チアジャーニーの有川凛でした。